はいどうも、ゆちチャンネルです。今回はサムネのタイトルにもあったようにですね、私、RX350F スポーツ、正式な契約と注文完了いたしました。パチ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 。これで晴れてようやく念願だった RX を購入できたということで、本当に嬉しいですし、今はね、とりあえず安心してます。いやね、本当にね、契約したのが昨日2月1日の朝一番に契約したんで、今緊急で動画にしようと思って話をしてるところです。ですので、今回の動画は聞き流し系のゆちレディオということでやっていきたいかなと思います。この動画をご覧になっているということは、現在 RX に興味があったり、購入検討されてらっしゃる方もいるんじゃないのかなと思います。ですので、私の知ってる情報やコメントで教えていただいた情報とかですね、少しでもお役に立てたり、RX を購入する上での参考になればなと思いますので、最後までお耳をお貸しいただければなと思います。何かの片手間で全然構いませんので、気楽にね、聞き流して楽しんでってもらえばなと思います。今回お話しさせていただくテーマは全部で6つあります。1つ目、私が最終的に決断した車の使用内容ですね。ボディカラーであったりですね、内装のカラー、あとホイールどちらにしたかとか、メーカーオプション最後は何にしたのかとかですね、ディーラーオプションどうしたのかとかですね、そういったところをお話ししたいなと思います。2つ目、車両の値上がり幅についてです。3つ目、納期の目安ですね。生産枠とかですね。そういった部分のところで、ディーラーの方からどういったお話があったのか、そのあたりお話ししたいと思います。4つ目、値引きはあったのかどうなのかというところで、そのあたりもね、ぶっちゃけお話ししたいと思います。5つ目、契約時のプレゼントは何をね、いただいたのかっていうところも、公開したいかなと思います。6つ目、今回ですね、ちょっと話題になったことなんですが、先行オーダーでですね、試乗車枠での注文ができる店舗とできない店舗があったというところで、そのあたりに関してね、私自身ね、ちょっと思うところをいろいろとお話ししたいなと思います。それでは1つ目ですね。私が今回注文した仕様なんですが、ボディカラーの方はホワイトノーバガラスフレークにしました。やっぱりですね、F スポーツ乗るなら、このね、ガラスフレークの純白の白っていうのに、ずーっとね、憧れてましたので、あとですね、うちの奥さんが白のボディカラーが好きだっていうのもあって、今回はガラスフレークにしました。で、マイディーラーの方では、RX の F スポーツ注文される方のおよそ7割がね、この白のボディカラー選ばれるそうです。で、残りの3割は、黒系のボディカラーを選ばれるって言ってましたね。やっぱり F スポーツ専用色なんで、そのあたりが人気の理由なんですかね。で、内装のカラーは F スポーツなんで、私ね、ずっと赤系の内装カラー憧れ持ってましたので、もちろんね、ダークローズにしました。で、ホイールなんですけど、350のホイールは2つからね、選ぶことができるんですけど、私が選んだのはスーパーグロスブラックの方にしてます。で、こちらも F スポーツ専用のホイールとなってますので、もう一パターンの方はバージョン L の方でもね、選ぶことができましたので、やっぱりね、専用がいいというところで、グロスブラックの方にしてます。で、メーカーオプションなんですが、過去動画ですね、リセールを意識した厳選オプションっていうことで動画出させてもらったんですけど、その後ですね、いろいろとね、コメントと情報をいただきまして、本当にね、ありがとうございます。で、いただいたコメントを全部ね、もちろん読ませていただいて、その後ね、いろいろと本当に熟考しました。で、特にね、何をね、一番悩んだかって言ったら、輻射ヒーターなんですよ。で、我が家は夫婦2人なので、よっぽどね、後席に誰かを乗せて移動するっていうことがほとんどないんですよね。たまに家族とか乗せたりすることはありますけど、よっぽどね、頻繁に後席をね、使うっていうことはないんですよね。で、それを思ってコメントで輻射ヒーターはリセールにそこまで加味されませんよっていうコメントもいただいたので、じゃあ今回輻射ヒーターのオプション12万もするし、もうなしでいいのかなとも思って、契約に臨んだわけなんですが、担当さんとね、お話ししてるうちに、担当さんはもう悩まれるぐらいだったら絶対つけた方がいいですよというお話もありましたし、売却するとなると、350は海外へね、輸出されるパターンが多いと思うので、
行き先はシンガポールとかマレーシアとか、あっちの方面に多分行くでしょうから、こういったね、豪華装備というか、高級装備は他の輸入車メーカーだと、だいたいね、ついてる車がほとんどらしいので、つけておいた方がいいんじゃないですかねっていうところで、じゃあつけますか。ということで、最終的にはもう輻射ヒーターつけることにしました。で、もう一つね、今回悩んだのが ITS コネクトなんですよ。で、ITS コネクトって過去動画でも言ったんですけど、私田舎に住んでるので、救急車の接近告知以外、あんまりね、メリット感じなかったんですけど、もう、担当さんがね、もう ITS コネクトは、この金額だったら予防安全上絶対つけた方がいいですって、前の車が急ブレーキ踏んだ時でも、ITS コネクトを搭載している車であれば、車両同士が通信を行ってるので、車がね、自動で緊急のブレーキ踏んでくれますし、絶対に何かとあった方が絶対いいですっていうことをね、強くおっしゃられたんで、価格も27,500円でしたので、じゃあこの際つけますか。本当に担当の営業さんにはね、いつもお世話になってますので、よくしていただいてますので、じゃあもうつけますって言って、ITS コネクトもともとつける予定なかったんですけども、今回つけました。で、他のメーカーオプションに関しては、以前のね、動画でお伝えしたリセール重視で意識した厳選オプションっていうことで、もう変わらずつけてます。で、ディーラーオプションに関しては今回一切つけておりません。ただ、エアロだけはね、ちょっと最後の最後までね、悩みました。F スポーツのエアロって2つあるんですよね。純正だと。スポーティーエアロパッケージと TRD のエアロと。ただ TRD のエアロはもう90万ぐらいするんで、もう到底買えないんで、もう論外なんですけど、スポーティーエアロをつけるか、もしくは、こちらもね、コメントで教えてもらったんですけど、500H についているエアロ、あちらも取り寄せて付けることができるみたいなんですよ。で、価格もスポーティーエアロパッケージとほぼ同じぐらいの価格で付けられるらしいんですよね。で、それでね、めちゃくちゃ悩んで、私的には 500H のエアロ、ボディ同色になるエアロの方が、外観のエクステリアが好きなんで、付けるとしたらそっちを付けたいなと思ったんですけど、エアロってね、ほんとかかった金額の半分ぐらいね、回収できればいいところだよっていうのは、いろいろなところから聞いてたので、すっごいね、悩みました。で、最終的にはもう付けないことにしたんですけど、うちのね、マイディーラーの方では、この 500H のエアロを取り付けするっていうことができなかったんですよね。で、他のレクサスの販売店では、もしかしたらね、取り寄せて付けるっていうことができるかもしれないんですが、会社の規約上ね、純正のスポーティーエアロパッケージと TRD のエアロだったら、付けることができるんですけど、500H のエアロを取り寄せて付けるっていうことができないって言われてしまったので、じゃあ今回は、純正の方で注文して、後々ね、乗ってみて、飽きてきたら、味変するかどうかをまたそこで考えるということにしました。で、2つ目です。車両本体価格の値上がり幅に関してなんですが、年次改良前の価格がこの RX350F スポーツ707万円だったんですけど、今回ね、注文書見たら713万円になってましたので、6万円のね、値上がり幅となってます。なんですけど、標準装備になったアドバンストパークの金額が4万4000円ですので、そちらを引くと差額1万6000円の値上がりということですね、事実上。1万6000円でフル液晶メーターがついて、アンビエントライトの光量も上がって、リアにペアガラスついて、車両性能も向上してるというところなんで、十分満足なね、価格設定じゃないかなと私自身は思ってます。あと、営業さんに聞いたんですけど、RX のルーフって IR カット機能ついてないんですよね。NX はついてるんですけど。で、今回それもね、改良内容にもしかしたら入ってるかなと思って聞いてみたんですけど、やっぱね、入ってないっぽいです、改良は。でも、もしかするとね、納車されて取説読んだら IR カット付加されてるかもしれないので、サイレント改良みたいな感じでね、それを期待して納車を待とうかなとは思ってます。3つ目です。納期の目安なんですけど、私今回一般の契約枠というか、一般オーダーで注文したんですけど、先行ではなくて。で、納期の方は多分半年ぐらいじゃないですかねっていう風に営業さんから言われました。なので、ほんとね、ぶっちゃけ待っ
全くの未定です。で、先行注文とか試乗車枠で注文されてる方っていうのは、多分枠としては生産枠3月とかで多分入ってると思うんですけど、本当にね、私のオーダーに関しては4月になるのか5月の枠に入れるのか全くわからないです。で、それで RX のその生産台数というか枠に関してなんですけど、やっぱりね、かなり少ないみたいです。海外の枠ももちろん取らなきゃいけませんので、日本国内での販売の生産枠自体がもともとね、少ないらしいです。なので、今ね、RX 購入検討をされている方は、もうなるべくね、早めに契約と注文を行った方がいいかもしれないですね。で、今後の注文数とかオーダー数によっては、納期がね、一時的にまた長期化する可能性も全然あるかなと思いますので、なので早く欲しいよっていう方は、なるべく早くね、本当に販売店に行って契約済ました方がいいのかなと思います。で、コメントの方でバージョン L とかをね、購入された方とかは、最速で4月の納車になりますっていうことも言ってた方がいたんですけど、350の F スポーツ購入された方で、一般のね、注文でオーダーされた方で、もし納期の目安とか営業さんに教えていただいた方がいらっしゃれば、ぜひね、コメントで情報提供お願いいたします。4つ目です。今回値引きはあったのかというと、ありませんでした。一切値引きありません。レクサスなんでね。前回 NX 買った時も値引きは一切ありませんでしたので、今回もね、おそらく値引きはないだろうなと思ってましたので、その通りということになりましたね。このあたりはね、もうレクサスなんでしょうがないですね。一般的には、だいたい平均10万ぐらい値引きをしてもらってるっていう感覚ですね。私の聞いてる肌感的には。でもそれって車両本体価格から値引くとかじゃなくて、こうね、なんかのオプションをこうタダで装着するとかですね。そういった形での値引きっていうことが多いみたいですね。今回契約された方、値引きありましたかね？もしね、差し支えなければ言える範囲で構わないので、そちらもね、コメントで教えていただければなと思います。5つ目です。契約時のプレゼントは、今回何をいただいたのかというと、いつも通りですね、レクサスベアはいただきました。で、それと今回はブランケットですね、をいただきましたね。やっぱりなんかこういうね、契約の時に何かがもらえるっていうのは、やっぱ気持ちとしては嬉しいですね。皆さんは契約の時何かいただきましたか？なんかコメントでは、傘とかね、いただきましたっていう方もいましたし、ほんとね、そのお店の販売店によってこのあたりはね、違いが出てくるみたいですね。あとタオルとかね、そういったのもいただきましたっていう方がいましたね。皆さんは何かいただきましたか？もしよければ教えてください。で、最後、6つ目になるんですが、今回ですね、その先行オーダーというところで、市場枠でね、先行で注文できるっていうのが、一部の店舗で行われてたみたいなんですが、そちらに関してね、ちょっと私の思うことをね、いろいろと思いの丈をね、話していきたいかなと思うんですけど、もうぶっちゃけですね、私ね、この先行オーダー制度はね、本当にやめていただきたいなと正直思います。なぜかっていうと、やっぱりね、平等性に欠けるんですよ。営業さんにもお聞きしたんですけど、こういった市場枠での先行注文ができる店舗さんっていうのは、本当にね、限られてるんです。で、なぜ限られてるかっていうと、要は、大きい店舗であるほど、試乗車をたくさん用意するらしいんですよ。なので、そういった店舗の規模が大きいところでしか先行オーダーの注文がなかなかやりづらいと。で、店舗の規模が小さいところだと、試乗車の台数もそんなに多く注文できないので、先行オーダーとしての注文もそんなに取れないということをおっしゃってました。っていうかね、なんでね、このね、試乗車枠でのね、この先行注文制度をね、今回導入したのかなってね、本当に疑問なんですけど、もう別に、もともと当初の予定だったら1月の27日からね、通常の注文が開始できる、契約ができるっていうことで進んでたんで、そこからせーので良かったのかなと思うんですけど、なぜにね、この店舗に判断を委ねて、一部の店舗でそういったね、優遇ができるっていうことにね、なってしまったのか、ほんと不思議でしょうがないです。で、これをやることによって、やっぱり
試乗車枠で注文できない販売店さんとかに、やっぱりオーナーとしてクレームじゃないですけど、なんでできないんですか？どこどこの店舗さんではできるのになんでここではできないんですか？とかね、そういう電話とかも結構ね、かかってくるらしいんですよ、営業さんの方に。で、それってやっぱすごくね、営業さんにとっても負担になってるでしょうし、できればね、もう本当にね、今回限りにしてほしいです。この先行オーダーシステムは。もう次からはね、もう用意ドンじゃないですけど、この日から一般契約開始です。で、やってほしいですね。やっぱりね、この情報社会なんで、私の方にもコメントで、試乗車枠で注文できましたとかですね、先行オーダーで契約できましたっていうコメントをいただきますので、やっぱわかるんですよね。で、同じレクサスの販売店なのに、先行で注文できる店舗とそうじゃない店舗が出てきてしまうっていうのは、やっぱりなんか平等性に欠けるなーっていうのは思いますね。皆さんは実際どうですか？今回のこの試乗車枠での先行オーダーシステム。賛成ですか？これからも続いてほしいなって思われますかね？差し支えなければまたコメントでね、今回のその先行オーダーシステムに関してもご意見ご感想いただけたらなと思います。ということで今回はこの辺りにしたいと思います。ゆちレディオでは一レクサスファンである私の思いの丈を勝手気ままにですね、べしゃり散らかすだけの聞き流し系のラジオ動画となってます。少しでも参考になったと思っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録で今後も応援お願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。